前回、畳を撤去して塚を交換し、合板の捨て張りまで終わりました。今回はフローリングを貼っていきます。いつものように全方向突き付けです。仮止めの合板を釘で本打ちするために根太の位置を墨付けします。墨付けは2人でやると早いのですが、今回は1人で行います。なぜならこの日は隣の洋室もフローリングを上張りするので、最初から2人で分かれてそれぞれの部屋を同時に貼っていくからです。30センチくらいの幅でカッターを入れてカーペットをめくります。通常は N 釘という太めの釘で打ちますが、下地の根太の強度を考えて今回は 50mm の細い釘で打ちます。アクシデント発生です。釘が2本詰まってしまいました。少し時間がかかりましたが、なんとか治りました。この鉄砲は独立してすぐヤフオクで購入した愛着のある鉄砲です。明らかに下がってるもんね、こういうのね。斜めになってる。まだ垂れとった方がいいやろ、敷居傾いてる。前回同様、傾いた敷居を直します。このお家の敷居はすべて置いてあるだけの状態でした。ここの敷居は特にひねりがひどく、ぐらつきがなかなか治りません。もっと直したらこっち来るんだ。調整がうまくいきません。こっち傾きたまんまにするわ。ちゃんと直すには敷居の下の下地から直す必要がありそうです。ですが、そこまで手間をかけると工事の内容が変わってきてしまいます。せめて床を張る際に敷居下にボンドを充填しながら張ることにします。こっちは下げて、こっちは上げたいね。なんとかいい感じになりました。床張りでは一番重要な張り始めです。こちらの和室は四方突き付け施工で逃げはありません。こちらの部屋は幅木をつけず3方向を突き付け、吐き出し口側はアルミ見切りをかぶせて収めます。つまり吐き出し部分は逃げが効くということです。工具を共有するため、このように作業場を配置しました。少し狭いですが、なんとか作業できそうです。本当は集塵機に接続したかったのですが、作業台を2人で使うので、取り回しの良い充電式丸ノコを使うことに。すごい。すごい出るな、これ。切り子がすごいです。1列目と2列目の加工にだいぶ時間がかかってしまいました。カズさんはすでにここまで床材のカットが終わっていました。一度にボンドをつけて一気に貼るスタイルです。
なるべく道具を取り合いせずに済むように、できることは一度にまとめてやっています。ただ、一箇所ミスをすると全て狂う場合もあるので、慣れてない場合はおすすめしません。おじいちゃんがぐるぐる回っています。よし。それでは床を一気に張っていきます。さねに釘を打つとき、稀に下地の釘に当たって跳ね返ってくることがあります。危険なので私たちは必ず上履きを履いて施工するようにしています。大工さんによっては新しい床に靴で上がらない配慮を優先する方もいます。どちらも正解だと思います。敷居側はすべて木工ボンドをつけます。傾いた敷居を固定するのと床鳴り防止のためです。こちらの部屋は至って順調です。床材を山のように合わせてから落として入れています。首切りした枠や柱の下に床材を差し込む場合などにも有効です。最初に洋室に作業台を置いたのはカズさんの方が進みが早いからです。ここからは和室に作業台を移します。敷居下にボンド注入です。ここに来てようやくペースがつかめてきました。炊き出し窓側はぴったり切らなくても良いので、あとは左側の敷居の突き付け部分を気にすれば良いだけです。特別複雑な形に切る場所もないので難しく考えず貼っていくことができます。こちらの部屋はすべての列をぴったり貼っていく必要があります。最後の1列です。砂壁がすごい寄ってくる。よっしゃ。味わいます。あ、いつもだ。一緒にはめんと入らんでさ。うん。ちょっと浮かしといてくれん。ちょっとぐーっと浮かして。このフローリング意地悪すぎる。目ん玉出てる。熱出てるよね、目ん玉。こんな感じかな。オンタかと思って間違って打っちゃったもん、一回。短かった。いい感じだね。はい、いいよ、話します。よいしょ。こんな感じですわ。ストンと離すと、こんぐらい。硬すぎず、ゆるすぎずの感じです。ちょっと叩けば。あんなガンガン叩いて入るのにじゃあかんない。キツキツはあかんない。動くでね、きついと。畳みやすいとかが。ぐっと指の力でね、スーッて入るぐらい。こんな感じ。
これカンナ1回しか出ない。油も丸残りだった。いた。気持ち紙くん硬くてなかった。髪の毛いっぱい硬くてもこう浮いてる。これだとフィニッシュって打たないかな。はい、はい。ありがとう。6畳和室、張り終わりました。そして遅れること半日。割り付けや貼り始めの墨出しなど、自分で判断して決断することに時間がかかりすぎてしまいました。時間はかかってしまいましたが、仕上がりは合格点をもらえました。ご視聴ありがとうございました。